今期エクです。今回のテーマは、苦労したあなたが大きく報われることです。どうぞよろしくお願いいたします。それでは3枚のカードをご用意しております。A、B、C の中からお好きなカードを1枚お選びください。ご自分の占い結果だけご覧になりたい方は概要欄にチャプターをご用意しておりますので、そちらをご確認ください。選び終わりましたでしょうか？それでは今回は、フォース集というスプレッドとオラクルカード、ルノロマンカードを使用して占います。それではそれぞれ占ってまいります。それでは A の方の結果です。A の方が大きく報われることですけれども、例えばですね、誰かに頼らざるを得なかった状況から自立することができます。そして新たな可能性を向けて動き出すこともできます。それでは1枚ずつお話しさせていただきます。ではまず過去ですね。カップの4の逆位置です。閉塞感があったということで、とにかく落ち込みやすくて無気力な気持ちが続いていたっていうことですね。これはやはり過去の出来事によってあなた自身がとても気持ちが落ち込みやすかったっていうことなんでしょうね。いろんなことがあってお辛いことがあった。閉塞感があるっていうことは孤独感を感じるというか閉じ込められてるような感じ。そうですね。人によってはもしかしたらですね、家族だとかそういった人たちに利用されてたりとかですね。職場とかでもですね、そういうので嫌な目にあったとか、とにかく前はとても息苦しい環境にいらっしゃったっていうことですね。では現在はどういう風になっているかっていうのがですね、魔術師の正位置です。うまく立ち回れる時です。チャンスもたくさんあるので、実力でですね、勝つこともできます。過去に比べたらですね、現在はとてもいい方向に行っております。チャンスがあるっていうことなので、できればですね、いろんなことにチャレンジできればいいなと思うんですが、ずっと辛い思いをされていたっていうのもあるので、立ち上がるっていうのが難しい場合もありますよね。でもあなたは今しっかりですね、実力も持っていらっしゃる。で、運も巡ってきてるっていうことなので、まずはですね、自分のやりたいことっていうのをやっていくことからでもいいのでしてみてください。自分がやりたくないというか、やらなければいけないけれども、でも気が進まないなっていうことから始めると、辛い思いをそのまま続いてしまう可能性もあるので、そうならないためにもですね、自分が最もやりたいことからまずやってみて、それでチャンスが来てご自分自身のですね、勝利を得たっていう自信がですね、また他のチャレンジにつながる可能性もあるので、できればですね、そのように動いていってほしいですね。では未来ですね。ワンドの2の逆位置ですね。失うことの怖さを知るようになっていきます。悪い方向に進んでいる予感がしているということでですね。これは現在がとても運気がいいっていうこともあるので、それがなくなっていくんじゃないかっていう怖さが未来で出てくるのかもしれないですね。というのもあなた自身が過去にずっと辛い思いをされてきた。そこから現在の急上昇、ご自分の運気が上昇していくっていうこと。そこから今度未来に行くと、その得られたことを失っていくこと、なくしていくことの怖さっていうのを感じるっていうことなんでしょうかね。で、悪い方向に進んでいる予感っていうのは、あくまで予感ですので、それで決して悪い方向に行くかっていうと、確実にそうっていうことではないと思うんですよね。でもそれをですね、恐れて動かないっていう風になってしまうと、結局その怖いままの気持ちでですね、毎日が過ぎてしまうっていうことになってしまうので、できれば周りを観察しながらというか、今だったら動けるかなっていう風に考えていって動いていくのがいいのかなと思いますね。慎重になること自体はいいことだと思うので、慎重さをちゃんと持ちながらいい方向に行けるように自分自身で進んでみるっていう
風にしてもらえればなとは思いますね。ワンドの逆位置っていうことなので、自分自身が頑張るぞっていう熱意っていうものが未来では下がってしまうっていうことなんですよね。だけれども、それをですね、跳ねのけることももちろんできる。そして自分の情熱っていうのを取り戻すこともできるはずなので、怖いことばっかりじゃないっていうのは思っていてほしいなと思いますね。これからもっともっといいこともあるはずなんですよね。現在がいいことがある。未来が悪いことがある。なんてそんな極端なことにはならないので、それをですね、恐れずに進んでほしいですね。では、周囲がどういった方がいらっしゃるかっていうと、正義の聖地ですね。ギブアンドテイクの関係ということで、これですね、ギブアンドテイクっていうと、すごくドライな関係のようにも思えるかもしれないんですけれども、ものすごくわかりやすい関係性だと思いますね。あなたが何かをすれば向こうも返してくれるっていうことですね。あなたの優しさが相手からの優しさにもなるという。鏡のような感じって言ったらいいんですかね。同じものを同じように返すみたいな感じでですね、進んでいけるので、ものすごく気持ちのいい関係ではあると思いますね。向こうばっかりが何かしてくれるとか、こちらばっかりが何かしてあげるとか、そういう風にならないので、しんどくはならないですよね、関係としては。そういう風に思っていただくといいと思いますね。そしてその方っていうのは冷静な物言いができる人っていうことなので、あなたが悩んだりとかですね、優柔不断な気持ちになったりとかですね、そういった時にズバッと切り込んでくださる可能性もあるので、そういう人に相談してみるのもいいかもしれませんね。正義なので、あくまで平等なんですよね。なので、あなたの肩を持ってくれるかっていうと、持ってくれる時もあるし、持ってくれない時もある。それは平等だからですね。冷静に客観的に見て、あなたが合ってるよって思った時は合ってるって言ってくれると思いますし、あなたのその考えは違うよって思ったら違うっていう風に言ってくれるっていう感じだと思うので、その平等さっていうのをはある意味公平さですね。公平性があるっていうことなので、それを信じて話を聞くっていうのもいいと思います。それでは、障害のソードの10の聖地ですね。未来を見ていないという風になっておりますね。これは、そうですね。過去のあなた自身のお辛い経験からですね、未来を見れないという方が正しいのかもしれないですね。今現在を生きていても、その時しか必死に生きる、生活するっていうことしか考えられなくって、未来まで見通す力がないというか、自分自身がそれをやってる暇がないという感じなのかもしれないですね。現在はだいぶ余裕も出てきてると思うので、できれば未来に対する目標だとか、自分がどうしていきたいかっていうですね、明確な目的みたいなものを作っていく方があなたにとってはいいのかもしれないですね。その未来においてあなたが不安だとかを持っているっていうことは、この障害があるからこそなのかもしれないので、ここをですね、未来を見る、今から未来を見ていくっていう風にしていくと、障害もなくなっていって、あなたのその不安感とかも消えていくのかもしれないです。そういう風に考えてもらうといいと思いますね。それでは最終結果です。カップの5の逆位置ですね。新たな可能性に向けて動き出します。葛藤を乗り越えることができます。人によっては自立することもできるという風になってますね。あなた自身が何か人に頼らざるを得ないとかですね。環境に頼らざるを得ないとか、そういうことがあるのであれば、そこをですね、しっかり離れることができる。それによって苦しんでおられたのであれば、その呪縛から逃げることができますよっていうことですね。しっかりご自分の力で自立することができるようになっていきます。そして新たな可能性に向けて動き出すことができるので、今からはですね、あなたの未来っていうのはもっともっと明るくなっていくと思いますね。先ほども言いましたけれども、未来を見ることによって、
もっとですね、より良い結果っていうのが見えてくると思うので、もしよろしければですね、今現在あなた自身の目標とかですね、やりたいこと、例えばどこかから自立していきたいと思っているとかですね、逃げたいと思っているとか、そういうことがあるのであれば、それをしっかりと目標にして自分の中で決めていく。それに向けて進んでいくように動いていくっていう風にしていくと、この最終結果に続く道っていうのもどんどん近道になっていくかなと思いますね。あなた自身がこれまで悩んできたこと、いろいろと葛藤あったと思うんですよね。それ自体も乗り越えることができますので、これからのですね、あなたの今後っていうのは明るい未来っていうのが開かれてるっていう風に思っていただいたらいいかなと思います。では助言ですね。ペンタクルのキングの逆位置ですね。人生に求めるもののハードルを上げすぎない方がいいっていう風になっておりますね。小さな喜びを大切にして進んでいってほしいなと思いますね。そうですね。例えば、自立するためにお金が必要とかですね。そういった時に自分自身の一人で生きていくためだとか、そういったところにものすごくお金が必要っていう風に考えられると思うんですよね。そうすると、それ自体がお金を貯めるまでにどれだけかかるんだろうっていう風に絶望してしまう可能性もあるんですけれども、そこをですね、支援してくれる公共の支援施設とかですね、NPO 法人とかありますね。そういったところもあったりするので、そういうところに頼るのもいいですし、で、公共の機関ですよね。国とか、県とか、道とか、都とかですね。そういったところ、府ですね。あと大阪府か。はい。とかが支援してるようなものっていうのもあると思うので、そういうのを見てみるのもいいかもしれません。まず、自分がハードルを上げすぎて、もうダメだ、どこにも行けないとかですね、未来に進めないっていうふうに考えてしまうのではなくって、小さなコツコツとした目標を達成していく。それによって動いていけることっていうのもあります。自分の人生での成功をですね、お金だけで測らないように気をつけることも大事ですね。人生において何が大切かっていうのを、そうですね、資本主義社会においてお金って最も大事なものではある。私自身もやっぱりお金って大事だと思います。ただ、その中で自分の人生の成功をお金だけで考えてしまうのは良くないっていうことですね。いろんな自分自身が得てきたものっていうのはたくさんあるので、それがちゃんとですね、あなたの成功につながることっていうのがあるっていうことです。お金がないから自分は不幸だっていうふうに考えてしまうのではなくって、そうですね。あとは環境とかもありますよね。そう、なかなかね、この辺難しいところですよね。私もやっぱりお金のことついつい考えちゃうっていうことたくさんあります。ただ、自分の人生におけるもの、大切なものはお金だけではない。いろんなこと、大切な部分がありますよっていうことは忘れないでほしいなと思いますね。はい。お金は大事っていうのは大前提ではありますけれども、そういうふうに思っていただくと、少しですね、ご自分の中でも気が楽になって動きやすくはなるのかなと思いますね。では、オラクルカードですね。楽園へようこそというメッセージになっておりますね。これからですね、あなた自身はきちんとですね、自分の可能性を大きく羽ばたかせてですね、楽園へ向かっていくのだというふうに思っていただくといいですね。明るい場所にちゃんとですね、導かれていきます。そして、オラクルカードの2枚目が、最善を尽くすことが重要です。残りは所定の位置に収まりますということなので、あなたが目標だとか、課題だとか、やりたいことだとか、そういったことに最善を尽くす、最優先で考えること。それ以外のことは勝手に収まってくれるので、そこだけを考えたらいいんですよっていうことですね。変にですね、あなた自身が大丈夫だろうか、不安だなってずっと思ってるよりは、勇気を出して動いてみるっていうことがいいんだと思いますね。しっかりとあなたは最善を尽くすことができますと。いう風な感じです。そして、オラクルカードの3枚目がライオンです。
あなたはすべての勲章を与えられますという風になっておりますね。これはですね、あなた自身がいろんなですね、頑張ってきたこと、やってきたことによって、様々な栄誉を得られるっていうことですね。あなたにとっての栄誉ということですね。それはすごく大事なことですよね。先ほどのそのお金だけではないっていうところはここに来るのかなと思いますね。様々なところであなたの栄誉っていうのが認められて、それは勲章のように輝いていくっていうことですね。では、ルノルマンカードですね。船です。前に進めますので、先々を考えてチャレンジ精神を大切にしてくださいという風になっておりますね。まさしくタロットカードと同じような感じですね。あなた自身の未来っていうのはきちんと進めます。なので未来を見ていきましょう。今からはですね。そしてその中で挑戦していこうという心を持ってくださいっていうことですね。そうですね。その未来においては何度も申し上げるようにですね、過去の自分に起こったことだとかそういったことの辛さからですね、今後の不安っていうのが現れるのかなとも思うので、その悪い予感とかですね、そっちを考えるのではなくて、自分の進みたいところは何なのかっていう未来を見るっていう風に思っていただくといいと思いますね。そして、どちらにしてもあなた自身は新たな可能性に向けて動き出すことができますので、きちんとですね、あなたの苦労した分っていうのは報われていきます。これからはあなたにとっていっぱいですね、幸せな出来事っていうのも起こっていくと思いますので、これからをですね、前に向かって進んでいってほしいですね。よろしければですね、こちらの方を参考にされてください。それでは以上が A の結果でした。それでは B の方の結果です。B の方のこれから報われることですけれども、今までですね、ご自分に自信がなかったことっていうのがたくさんあったと思うんですけれども、その揺らいでいた自信をしっかり取り戻すことができます。それでは1枚ずつお話しさせていただきます。まず過去ですね。ワンドの9の逆位置ですね。耐えられない出来事がありましたかね。で、諦めざるを得なかった状況もあったっていうことでですね。あなたの苦しみっていうのがですね、いかばかりかと思いますね。自分自身が耐えられないことはもちろんなんですけれども、何かの出来事によって自分がやりたかったことさえも諦めざるを得なかったっていうことなので、二重に自分自身が悲しみを負ってしまうような感じですよね。あなたのその苦しみだとかそういったところっていうのは癒える時間っていうのはかなりかかるとは思いますね。辛かったと思います。では現在がどうなっているのか。カップのページの正位置ですね。ダメなものをダメなまま終わらせないパワーになっているっていうことで、ここは大きく変化していってますね。あなた自身がずっと諦めてきたこと、それはダメになってしまったっていうことなんですけれども、ダメになってしまったことをダメにならないようにパワーが戻ってくるっていうことですね。きっとここではですね、あなた自身がしっかりですね、諦めてたことを取り戻していけるのではないかと思います。そして、やりたいこともですね、進めていきやすいかなと思いますね。全体的に力があるっていう感じなので、ページってどちらかというと私の中では頑張っていきたいな、勉強していきたいなっていうカードさんなので、あなたのやりたいことってもしかしたらスキルアップとかそういうことなのかもしれないですね。そういったところもしっかりとできそうな感じなので、現在はですね、自分でやろうと思ったことを進めて良さそうですね。そして未来ですね。ソードのナイトの逆位置ですね。生活が忙しくなったりで目的に向かえない事情ができるということで、未来では少しですね、あなたの生活が慌ただしくなるようですね。現在をとにかく今頑張っておいて、それで未来ではお休み期間と思っていただくのがいいかもしれないですね。あなたのその目的に向かえない事情はどうしようもない部分ではありますよね。ご自分の生活が忙しくなるので、生活を引き換えにして自分の目的をやってしまうと、やっぱり破綻してしまいますからね。
ご自分自身の健康とかメンタルのですね、健康も考えると、やはり生活の慌ただしさの方をまずできるだけ早く終わらせるように優先して動いていった方がいいと思いますね。その後に目的に再度挑戦していくっていう風にしていくといいです。現在がパワーがあるので、今現在に早めに進ませとくっていうのもいいと思いますね。では周囲ですね。ソードの6の逆位置ですね。トラブルを呼ぶタイプがいらっしゃると。この人は一度距離を置いた方が吉ですね。この人と一緒にいると、あなたもトラブルに巻き込まれてしまうっていう可能性があるので、これが過去の人とも関わりがあるかもしれないですね。それとは別にもしかしたら今後登場してくる人なのかもしれないんですけれども、どちらにしろこの人と一緒にいるとあなたが苦労するっていうのが目に見えてわかるので、この人に対してはやっぱり距離は置いておいた方がいいですね。置いてください。しっかり。離れていきましょう。そして障害ですね。ソードの9の逆位置ですね。悲しみを抑え込んでいるという風に出てまいりましたね。過去の悲しみを無理やり抑え込んでしまうと、それがずっと引きずっていってしまうっていう可能性がありますね。今現在が自分のいろんなやれることをですね、引き寄せている力があるっていうことなので、その悲しみはですね、抑え込まずに、もう辛いものは辛かったんだっていう風に吐き出していって、それで全部自分の中から排出していくっていう風にしていくといいと思いますね。心のデトックスって言ったらいいんですかね。自分の中の悲しみだったり、毒素だったり、そういったところを吐き出していって、あなたの最もやりたいことをですね、進めていくっていう風にしてください。そうですね。悲しみをずっと自分の中に留めていると、どうしてもそれがですね、心のしこりになってしまう。これからも何か前向きなことを考えたとしても、過去のその思い出だとかそういったところがですね、ずっと尾を引いてしまうっていう風になってしまうので、できればですね、全部吐き出してから進んでいきましょう。それはですね、人それぞれのやり方があると思うんですけれども、吐き出しやすいのは心を許せるお友達とかですね、そういった人に言うのがいいのかなとは思うんですよね。それが難しいのであれば、例えば鍵のアカウントにして自分の悲しみだけを延々と綴っていって、それで綴った後にそれを残しておくんじゃなくって、完全にアカウントを消してしまうっていう風にしていくといいかなと思います。それを文字にして、また見返してしまうと、その思い出に引きずられてしまうので、自分が吐き出した言葉はもうそれでゴミ箱にポイしましたっていう風に考えていただくといいかなと思います。それでは最終結果ですね。カップのキングの聖地ですね。強力なサポーターを得ます。揺らいでいた自信が戻ってくる出来事があります。よかったです。これはあなた自身がもちろんちゃんとですね、自信を取り戻すこともできるんですけれども、助けてもらえることが増えるっていうことなので、あなた一人ではできなかったことも、これからですね、人の助けを借りることでできていくっていうもの増えていくと思いますね。すごく安心いたしましたね。今までずっとあなたには自信がなかったと思うんですよね。過去でも頑張りたいと思ったことを諦めてしまったっていう、それが出てくるっていうことは、それがそのあなたの自信喪失につながっていた可能性っていうのがありますからね。それでずっとなかった自信っていうのが最終的にはきちんと戻ってくるですね。それだけあなたに報われることがたくさんあるっていうことですよね。人からの助けを借りながら自分のやっていきたいことだとか、これからの目標に向かって進んでいくことができるっていうことなので、これでですね、あなたのこれからっていうのは安泰ですね。きっとですね、カップのキング、最もこう、優しくってですね、大きな存在っていう感じがしますので、そういったものがですね、あなたを守ってくれますよって思っていただくといいと思いますね。
カップのキングのカードさんが自分を守ってくれるからっていう風に、お守りみたいな気持ちで思っていただくといいのかもしれないですね。それによってあなたもですね、気持ちが少しでも前向きになるのであれば、そういう風に考えてほしいなと思いますね。自分一人だとやっぱりどこか不安に思ってしまうことがあるけれども、こうやってですね、お守り代わりになるものだったり、他者の助けだったり、そういったものがあることによって、これからはですね、どんどんいい方向に変わっていくと思います。では助言ですね。ワンドのキングの逆位置です。慌てず準備を整えてくださいという風になっていますね。そうですね。これは多分未来にかかるものかなと思いますね。生活が忙しくなったりすると焦っちゃいますよね。やっぱり自分がしたいことだとかができなくなるのでですね。それを慌てないで準備期間だと、お休みの期間だと思っていただいて、それから動くぞっていう風にしてもらったらと思います。ですね。忙しくって動けないからといって、そこから全部がダメになるのかといったらそうではない。最終結果ではあなたにはいろんな良いことが起こりますよって出ておりますからですね。そのためにも準備を整える。ゆっくりと進んでいくっていう風にしてください。では、オラクルカードですね。死です。物事の終わりに立ち向かうことはいつでも難しいものです。いろいろとご自分の物事を終わらせたいことっていうのはたくさんあると思うんですよね。それに立ち向かうのって本当に大変だと思います。例えば、そのトラブルを呼ぶような人、その人との終わりを迎えるっていうのも、距離を離すって言ってもですね、向こうが近づいてくるかもしれない。難しいかもしれない。だけれども、それをですね、立ち向かえるっていう力があるのは、あなたの魅力ですね。あなた自身がちゃんとパワーを持っているんですよっていう風に思ってくださいです。難しいかもしれないけれども、ちゃんと立ち向かえるんです。それできちんと困難に打ち勝つこともできるっていうことですね。では、オラクルカードの2枚目ですね。あなたは十分にやっているから大丈夫です。十分あなたはいろんなことをやってらっしゃる。悲しみをずっと抱えていたと思うんですけれども、その中でどれだけあなたが頑張ってきたかっていうことですよね。頑張りが足りないなんてことは絶対にないんですよ。あなたは今までもずっと頑張ってきた。やってきた。それを十分にやっている。大丈夫ですよっていう風にカードさんも言ってくれてますね。そしてオラクルカードの3枚目がゴールド。金ですね。他の誰かがあなたを治す必要はありません。そうですね。これは強力なサポーターを得るとはまた違う感じだと思いますね。あなたを治すっていうことは、あなた自身の悲しみを治せるのはやっぱりあなた自身なんだっていうことだと思いますね。人にしっかりと吐き出すっていうことはもちろんいいと思いますね。それは人に頼ってるように見えるけれども、一つの方法として自分が治すためにやっていることです。例えばその悲しみを吐き出すのでも、人を相手にして吐き出すだけじゃなくて、いろんな方法があると思うんですけれども、それを考えるのはあなたっていうことなんですよね。だからあなたのことを治せるのはあなた自身というふうに思っていただいて、しっかりと辛かった過去を吐き出して、これからに動いていってください。では、ルノルマンカードですね。袋、鳥とも言いますね。それでは、ルノルマンカードですね。袋、鳥とも言いますね。コミュニケーションを大切にしてください。あなたにはしっかりと支援をしてくださる人が現れます。その人たちとコミュニケーションを大切にして、あなたと良好な関係を築いていく。それで、ますますあなた自身の助けになりたいと思ってくれる人が増えるっていうことですね。ある程度のですね、人間関係の構築の努力っていうのは必要です。自分からしっかりと動いていきましょう。あなたのもとにもちろん自然と現れていくとは思うんですけれども、その中でもやはりあなたの印象を良くしてもらうために自分自身がどう動くべきかっていうのを考えていった方がいいですね。それが後々ですね、あなたとそのサポーターの人たちとの良好な関係につながっていくっていうことです。そうですね。とにかくですね、過去に諦めざるを得なかった状況っていうのがとにかく辛いですよね。
おそらくこれは自分のためじゃなくって他の環境だったり、他の人間だったりですね、そういったところでですね、どうしても諦めようと思ったっていうことですよね。すごく悔しいと思います。そして悲しかった。それはしっかり吐き出していってくださいね。それで、これからはですね、焦る必要はないんですけれども、ゆっくりと前に進んでいって、自分の立ち向かえること、自信が戻ってくるっていう風に動いていけますから、しっかりとですね、挑戦していってほしいですね。いろんなことをやっていって、自分の自信を取り戻していって、そしてですね、またいろんなことに挑戦していくっていう良い循環がですね、巡ってくるような感じになっていくと思いますのでですね、よろしければこちらの方参考にされて動いてみてください。それではですね、B の結果でした。それでは C の方の結果です。C の方のこれから報われていくことは、問題解決の糸口が見つかっていく。そして思いがけないラッキーな展開がやってくるということですね。それでは1枚ずつお話しさせていただきます。まず、過去ですね。世界の逆位置です。自分の納得できない結末になりやすかったとかですね、問題が解決しないまま長引きやすかったとか、そういうところがございますね。世界の逆位置っていうことはですね、不完全なものになっていたっていうことですね、要するに。あなた自身が到底納得できるような感じにはなっていなかったっていうことで、じれったい感じがあったかもしれないですね。そして問題が解決しないまま長引きやすかったっていうことは、あなたのそのやりやすさっていうのもかなり低かったのかなと思いますね。自分自身の進めることっていうのがうまく進まなかったので、それもイライラする部分ではございますよね。そういった面でもご苦労があったっていうことですね。では現在がどうなっているか。愚者の逆位置です。不安定な立場に置かれている。逃げ出したいと思うような状況になっているっていうことで、今がまさに苦しんでおられる状況なんでしょうかね。なんというか、自分自身の置かれる立場っていうのが、どこかふわふわしている。きちんとここにいていいんだなって思えるような感じになってないってことですね。そして、今すぐにでも逃げ出したいと思うような状況っていうことは、どれだけあなた自身に負荷がかかってるかってことですね。本当に逃げてもいいのではないかとは思うんですけれども、そういうわけにもいかないですよね。生きていく中でですね、逃げ出したいことたくさんあると思うんですけれども、思ってもそこに進めるかっていうと難しい部分ですよね。そういう点でも苦しいかなと思いますね。逃げ出したくても逃げ出せない、頑張るしかないっていう部分があって、それがお辛いっていうところがあると思いますね。では、未来ですね。星の正位置です。ここがものすごくラッキーポイントになりますね。思いがけないラッキーな展開が相次ぎますね。問題解決の糸口も見つかるということで、今まで解決しなかったこともしっかり解決していくっていうことですね。まずそこも安心ですね。で、あなた自身が気づかぬうちにラッキーな展開を迎えるっていうことなので、運気の良さがですね、ついに巡ってくるっていうことですね。ここがまさに報われていく未来っていうことで、あなた自身の欲しいもの、もしかしたら全て手に入ってしまうかもっていう期待感もありますね。星がとにかくやはり輝いているっていう、あなた自身が輝ける未来が待っていますよっていうことですね。人によってはですね、周囲の人から注目されたりだとか、あなたのことをしっかり評価してもらったりだとか、スター性みたいなものを見出すっていう場合もありますよね。星ってまさに目立っていて、魅力が際立っているっていう状況なので、周囲の人からもやっぱり好かれやすいっていう部分がありますよね。そしてあなた自身の自分の力っていうのも大きなものがあるので、ちゃんとですね、その力を発揮していけるっていうことですね。未来ではとてもあなた自身の頑張れることがしっかりとやっていけるっていうことだと思います。よかったです。しっかりと報われていくっていう結果となりました。では周囲の人ですね。これがどういった人がいらっしゃるかっていうのが、ペンタクルのクイーンの正位置ですね。困った時に助け合える関係です。
そしてチームワークを大切にしてくれる人っていうことなので、ここもですね、あなた自身周囲の方に恵まれていくっていうことですね。あなたが困った時に助けてもらえる。そしてあなたも助けることができるっていうことですね。チームワークを大切にしてくれる人っていうことは、しっかりですね、あなたのことを話さずにですね、サポートしてくれたりとかですね、そういった面でも人間関係としては良い方向に行けるっていうことですね。仲間を大切にしてくれる人ってすごく大事ですよね。あなたのことも決してですね、見捨てたりしない。一緒に頑張ろうっていう風にやってくれるような人ですね。そういう人がいるだけで心強いので、その人としっかりですね、このままですね、素敵な関係性を築いていってください。はい。では、障害ですね。カップの9の逆位置です。まだまだ手に入れたいという強い欲望を持ちすぎると、それがですね、あなた自身の身を滅ぼしてしまうかもしれないっていうことでですね、自分の中でしっかり目標を持ったり、欲っていうのがあるのは大事ですよね。それがモチベーションにつながることもあるので、ただ、あまりにもですね、強い欲望、強欲ですよね、いわゆる。その強欲な気持ちを進めてしまうと、あなた自身がその欲に滅ぼされてしまう。自分自身の身を持ち崩してしまうっていうことになってしまいかねないので、そこは注意ですね。ストップをかけるっていうことは大事です。それでは最終結果ですね。こちらはペンタクルの10の逆位置ですね。受け継がれたものが限界を迎えるという風になっておりますね。受け継がれたものっていうのが、継承ですよね。どういったところになってくるのかなと。物とかになるとやっぱり遺産とかになっちゃうと思うんですけれども、それだけじゃないと思います。いろんなもの、責任とかありますよね。責任が重すぎる。そういう可能性があるのかもしれないですね。今後。それは手放せるものはしっかり手放した方がいいと思いますね。あなた自身の身軽さを優先した方がいいと思います。あなたが今まで苦労してきたところがあると思うので、それがもしかしたら戻ってくる可能性がある。そうなっていくとあなたがまた苦しむことになってしまうので、そうならないために一旦ですね、自分の責任負いすぎないこと。何でもかんでも受け入れてしまわないことですね。自分のやれる範囲でやっていくっていう風にしていってください。それが手放せるものは手放した方がいいっていうことですね。では助言ですね。ワンドの10の逆位置になりますね。自信がないなら代役を立ててくださいという風になっています。これは最終結果につながってくる助言になりますね。あなたの責任が重すぎるがゆえに自信がないっていうこともあると思います。その自信がないところは、しっかりですね、助けてくれる人たちを頼って代役を立てるっていうことも必要ですね。自分ができない分、ここをやってほしいという風にしてもらう。それは大事ですね。どんな環境でもですね、あなた自身が一人で苦しむことはないっていうことですね。人に頼るっていうことは大事っていうことです。あなた自身が一人で抱え込む必要はない。誰かがちゃんと助けてくれるので、その人の言葉に甘える。ですね。そういう風に動いていってほしいですね。では、オラクルカードですね。1枚目が子供です。あなたの中の子供の魂は表現されたがっています。子供の部分ですね。あなた自身の純粋で弱くて、そうですね、感情表現が一番大きな部分かなと思うんですよね。心の奥底にある何か自分の中でずっと我慢してきてることだとか、そういったところもあるかもしれませんね。そういうものはしっかり表現していきましょう。これまで、そして今もですね、十分苦しんでいらっしゃる。それをですね、自分だけで背負う必要はないっていうことですね。甘えられるときは甘えて、言いたいことはしっかり言うという感じでですね、自分の中の、表現したい子供の部分、どの年齢になってもですね、子供っぽさ、そういった部分はですね、出しても大丈夫ですよ。必要な時はね、そういうふうに感情をあらわにするっていうこともいいと思います。正直な、素直な気持ちですね。そういったところをしっかりと周りに伝えていってください。そしてオラクルカードの2枚目ですね。あなたはそれをすることができます。そうですね。これに関してはそれとは何だろうとは思うんですけれども、それぞれの
やっぱりすることっていうのがあると思うんですよね。そのすることがしっかりできますよというふうになってますね。そうですね。未来でしっかりラッキーな展開も来ますし、その中であなた自身ができることがいっぱいあると思います。最終結果でもいろんなことを受け継ぎすぎて大変なことになるとは言いましたけれども、ただ手放すものを手放してしまえば自分のしたいことっていうのはできるはずなので、そういう風に動けるっていうことですね。それではオラクルカードの3枚目は王座です。あなたの可能性は無限大です。2枚目と似たような感じではありますけれども、これはもっともっとあなたのできることっていうのがたくさんありますよっていうことを示していますね。無限大ということは、これからあなたは何にでもなれるっていうことですね。もうやれることは遅いかもしれないと思ってらっしゃる可能性もありますけれども、そうではないんですよね。いくつになってもできることはいっぱいあるんです。可能性っていうのはいつだって平等にあります。あなたがその一歩を踏み出せばきっとですね、できることっていうのがたくさんありますよっていうことだと思いますね。それこそ王様ですねが鎮座するように座っている、どっしりと構えておりますけれども、こういった感じでですね、あなたがもっともっと上に進んでいくこともできるかもしれない。そういった面でも可能性があるっていうことなので、ぜひいろんなことに挑戦してみてくださいね。では、ルノルマンガードですね。狐です。気づいていない落とし穴があるかもしれないので、洞察力を高めましょうというふうになっておりますね。ここは注意ポイントっていうことですね。確かにいろいろとあなたにこれからはですね、幸運が巡ってくるかもしれない。ただ、最終結果でもあるように自分の責任を負うものがたくさん出てくるとか、そういったところもあるので、あなたの気づいていない落とし穴がどこかにあって、それがあなたの邪魔をしている可能性もあるっていうことですね。しっかり洞察力を高めて、自分の周りにですね、何か邪魔をするものがないかとか、環境を見てみるだとかですね、はたまた自分自身を洞察してみるとかですね、そういうふうに考えてみてもいいかもしれませんね。それによって落とし穴の対策ができて、あなたがもっともっと進みやすくなるかもしれないので、よろしければこちらの方も参考にされてくださいね。そうですね。過去と現在におきましてですね、とてもあなたのやりにくい状況だったと思いますね。とにかく苦労が多かったと思います。今現在もそうなので、それこそ本当に今まさに辛いって思っておられると思うんですが、これからはですね、あなたの報われていく展開、ちゃんと出ておりましたので、安心して進んでいってほしいなと思います。これからのあなたの可能性は、まさしく無限大ということなので、いくらでもいろんなところに進んでいけますよということでですね。はい。では、よろしければこちらの方参考にされてください。以上が C の結果でした。ここまでご覧くださりありがとうございました。よろしければ、高評価、チャンネル登録お願いいたします。これからも様々なテーマで占ってまいりますので、またいらしてくださいね。それでは、おつけいくでした。